はいどうもこんにちは、ごしばと申します。本日はアークの小ネタ、生物編パート1というのをやっていきたいと思います。今回紹介するのは主に序盤でお世話になる生物たちですね。序盤の生物ってね、ゲームが進んでいくにつれて、若干ね、やはり戦闘力不足ということで使わなくなっていくという人も多いのではないでしょうか。ただしね、こいつら意外と終盤まで使える能力も持ってたりもするんでね、ぜひとも今回の動画参考にしてもらって最初から最後まで長く連れ添ってもらえればと思います。というわけでこの動画がいいなと思ったらぜひともチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。では行きましょう。序盤の移動、運搬、ベリーの採取に適しているパラサウロロフスですが、このように検出モードでレーダーとしての役割があることはよく知られていますね。こちら危険な生物を探知することに使えるほか、この検出モード、非常中でなくてもアラーム設定からタレットモードを有効化とすることで自動で行ってくれたりもします。これを応用すると、例えばアルゲンタビスで運搬中にも敵を検知することができ、さらにこの検知モード、今ね、この場所を検知しましたが、ここですね、何もいないのに検知してますね。この状態でスーパーヒートにしてみましょう。はい、そうすると、ここなんと肺があったんですね。つまりフェニックスがいると。こんな風にスーパーヒートじゃない時にフェニックスを見つけるのにも有効だったりします。また、本格的にブリーディングを始める時に1匹いると便利です。インベントリのアラーム設定からタレットモードを有効化としておけば、この状態で深場の近くに置いておけば、このようにね、生まれたら探知してくれます。これはね、生まれた生物は所有権を獲得されていないので、別トライブの生物として認識しているからですね。なので、これで場所を特定することもできるんでね、迷子になる心配もないですね。このようにブリーディングにも便利な生物となっております。また、意外にもこのパラサウロロフス、威嚇をすることができます。このように小型から中型の生物に対して有効です。クールタイムはありますが、うまく使えば非常に便利な能力となるでしょう。序盤の脅威であるアルファラプトル、こいつを避けるのにも役立ちます。このようにアルファラプトルでさえも一目散に逃げていきます。序盤には非常に使える能力となっております。ちなみにこの威嚇、デイノニクスにも効果があります。なので、卵を奪う際にも便利ですね。ぜひ覚えておきましょう。ただデイノニクスはなかなか強気ですね。また、陸生生物としては遊泳速度もなかなか速いです。移動速度をしっかり上げればメガロドンからも逃げ切ることができます。また、酸素値にもステータスを振れば、こいつで水中洞窟へ行くことも不可能ではないかもしれません。序盤の強力なお供となるトリケラトプス。こちら脅威となる大型生物が近くにいると赤いもやがかかったような状態になります。この時バフがかかっており、攻撃力 1.15 倍、火ダメ 3% 減、最大 HP10% アップとなっております。頼もしいですね。また、このトリケラトプス、頭部には遠隔武器に対して 85% のダメージカットがあります。なので、昏睡させる際には、頭部に矢を撃つと効果が下がるので注意しましょう。また、この効果を利用して、PVP では正面からの弾抜きにも有効です。このように頭に弾が当たれば少ないダメージで抑えることができます。また、突進攻撃は、このようにチャージされていき、突進することができる攻撃ですが、こちらね、攻撃速度としては微妙ですが、移動手段としてはなかなか優秀です。木などをなぎ倒して進めるほか、多少の起伏も踏破することができます。ちなみにこちら、移動速度のステータスを振ると、この突進のチャージ速度も速くなります。このトリケラトプス、移動速度が遅いのが難点なのでね、この移動手段の代わりとしてこちら使ってみるのもいかがでしょうか。アークの中で最弱の部類に位置するドードー。
テイムは簡単だが弱すぎてあまり用途がないかと思いきや、意外と実用的な用途があります。有名どころからいくと、まずドードーは卵の生産量がトップクラスです。こちらキブル作成に役立つほか、卵の孵化も早く簡単であるため、食肉工場を作ることもできます。またその弱さを利用した警報装置としても使えます。ドードーを攻撃的にして拠点の周りに置いておけば、このようにね、野生の生物とか他のプレイヤーが簡単に殺してしまうことでキルログが表示されますから、それにより敵の接近を察知することができます。また最初期の可動式ストレージとしても使えます。重量は多くはないですが、それなりの数のアイテムをしまえるので、最序盤に雑多なものをしまうストレージとしても使えるかと思います。木箱と違ってね、持って移動することができるっていうのが利点ですね。また対人戦でも意外と使えます。このように C4 爆弾をくっつけて歩く爆弾として敵の拠点に空中投下するという用途は有名かもしれないですね。他にもウイルスの媒介生物として使うこともできます。沼地のヒルなどに攻撃されて発症することのある伝染病は、体力、スタミナ、重量、近接攻撃力が各 20% も減少します。ドードーはペットの中で唯一この伝染病に感染します。この感染したドードーを敵拠点に送り込めば、ウイルスを撒き散らす生物兵器としても利用可能です。ぜひ使ってみてください。序盤の難敵となるユタラプトル。いつかの公式による統計では、プレイヤーのシーンランキングではユタラプトルがダントツ1位でありました。高速攻撃を持っており、こういった小型の生物を無力化することができます。小賢しく動くペゴマスタクスやトロードンなどに便利かと思います。ちなみにこの高速攻撃は空中で出すこともでき、空中ジャンプのような挙動になります。うまく使えば通常は届かないような段差も乗り越えられるかもしれません。こういったところも結構な距離を飛ぶことができますね。ちなみにアイランドにいる野生のユタラプトルはこの高速攻撃を使ってきません。野生でこの高速攻撃を使ってくるのはセンターのラプトルとラプトル変種と VR ラプトルのみとなっております。ちなみに高速攻撃をしてきた瞬間にこのラプトルに向かってジャンプボタンを押すと高速攻撃を避けることができます。はい、こんな感じです。ちなみに高速攻撃を受けている間、サバイバーは寝ている判定になり、回復アイテムを使うこともできません。他の高速生物とは大きく異なる点であり、結構な脅威となります。ユタラプトルは群れるとリーダーバフがつきます。このように最もレベルの高い個体はオレンジ色のもやがかかり、攻撃力 1.5 倍、被ダメージ 25% 減となります。さらにこのように方向ブーストをかけることもでき、そうするとリーダーを含めた仲間全体に攻撃力 1.5 倍、被ダメージ 40% 減の効果をもたらします。ただしダイヤウルフにあるようなパックボーナスはないです。割と有名ではありますが、リストロサウルスはテイム状態でいいキーを使って撫でてやると、このように周囲の生物の獲得経験値を 35% 上昇させる効果があります。この効果は5分間続きます。しかし適用範囲がかなり狭く、このようにね、リストロサウルスの近くにいないと発動しません。リストロサウルスからある程度離れるとバフは消えてしまいます。戦闘中に使おうにもこの足の遅いリストロサウルスを連れて歩くというのはなかなか大変ですね。しかし 35% ブーストは魅力的なので、できれば使いこなしたいところ。例えばアルゲンタビスなどでこのように加えることで、このアルゲンタビスを追従にすれば、このようにね、リストロサウルスを近くに置いておくことは可能になります。他にもね、グラップリングフックを刺して、このように近くから離れないようにするという残酷な手もあります。
心が痛まない人は使ってみてください。おとなしく手渡しで比較的簡単にテイムできるモスコプスですが、実はかなりの有能恐竜です。藁、木材、ベリー、繊維と主要な資源を効率的に集めることができます。特に繊維の採取効率がいい生物というのは意外と少なく、序盤生物ではこいつだけとなります。また雑食であるため、死体から肉も剥ぎ取ることができます。さらにレアマッシュルームなどの貴重な資源も取ることができます。またレベルアップに伴い特殊ステータスにもポイントを振ることができます。この採取レベルを見るというところから、これら7種類の中から選択することができ、ポイントを振ると採取効率がアップします。有機ポリマーなんかは特に優秀なのでおすすめです。また意外と戦闘能力も高く、高レベルであればティラノサウルスに勝つこともできちゃいます。サドルなしで乗れるところも魅力的であり、序盤生物のエース的存在です。ちなみにこのモスコプス、行動パターンは特殊な AI となっております。基本的には臆病な性格であり、攻撃指示を出してもこのようにね、逃げていってしまうのですが、かと思えば突然生物の死体を食い漁ったり、顕在に攻撃していったりすることもあるという不思議ちゃんな存在となっております。いかがでしたでしょうか。アーク小ネタ生物編パート1、序盤の生物に関する小ネタの紹介でした。結構ね、序盤の生物であっても工夫次第では最後まで使える能力もね、いろいろあったかと思いますので、ぜひね、愛着のある大事なペットを最後まで使ってもらえればなと思います。他にもね、アークの小ネタ動画だったり、コマンド動画だったり、いろいろね、出しておりますので、ぜひとも他の動画も見ていただけるとありがたいです。というわけで、今回の動画はこれで以上になります。よければまた別の動画も見てください。では。